皆さんどうもはじめまして。私ケイティ・モーと申します。まつげがちょっと降りてきちゃったんだけど、どうしたらいいのこれね。私は、何をしたいのか何言ってんの。ようやく始まりました、私の YouTube チャンネルですよね。 YouTube チャンネル KTB。 この名前はもちろん私の KT から来ております。 KTB つまらねえってやつよね。つまんない、ほんとつまんない。でも語呂がいいかなと思ってそうしました。それだけ。でもそれにしてもさ、ようやく始めることができました。本当私ってズボラで本当だらしなくて、ようやくね本当にチャンネルを開設して撮影をしてチャンネルを開設して撮影して投稿してようやくできました。どれぐらい私がズボラかというと、もうそれこそこの YouTube の動画を上げるのに10年以上かかった。本当マジでガチで本当にそうなんです。私が大学生ぐらいの時に本当はね動画を作って投稿してってことをやりたいなとはそれぐらいの時から常々思ってはいたんだけれども、環境的にできなかったりとか、ちょっとやっぱ経済的にできなかったりとか、やっぱりね何か新しいことをやろうとすると邪魔が入る、よくあるあるかもしれないけれども、ということでなかなかね始めることができなかったのよね。それだけではなくて、私がやっぱり単純にだらしないズボラ。新しいことを始めるのにすごく時間がかかる。何かを買うのも時間がかかる。特に私ねファッションには興味がないんだけれども、服を買う時も納得がいくものが見つかるまで買わない。めんどくさいっていうね、そういう人間でございます。はい。ちなみにファッションは好きじゃないっていうことだったんで、好きじゃないというか興味があまりない。興味がないって言ったら語弊があるかもしれないわね。なんて言ったらいいのかしら。ファッション自体には興味があるんだけど、興味というかファッション自体は好きなんだけれども、自分を着飾るっていうのがそこまでやる気が起きない。私自身を綺麗な人間だと思っていないので、そうね、自分に何かをしてあげようっていうのがあんまり興味がない。何の話してたんだっけ。いいや。だからね、そのファッションに興味がないというか、その自分を着飾るのが私興味がないので、こう見てわかるとただのバスローブよねこれね。こういう風に肩出ししてさ、ちょっとセクシーにしようみたいな感じに見えるかもしれないけど、違うのよ。私が住んでいるところ今夏に入ろうとしている。日本と逆の気候なので暑くなってきております。私ねお化粧しているけれども、これに合わせて着るようなお洋服を所持していないのでとりあえずこれをバスローブでいっかって、おじさんだからねしょうがないねってことでとりあえず着たんだけれども、とにかく暑い。暑いから今クーラーつけてるし、汗正直ダクダクだからメイク崩れてなんかちょっとねてかきつい。とりあえず肩を出して温度調節をね
ただしているだけでございます。このチャンネルの趣旨特にございません。はい、いわゆる誰得動画というものになっております。この用紙がちょっと無理っていう方とか、興味ないわって方とか、全然見ていただかなくて結構でございます。すぐ消しちゃってください。ただ私は動画投稿を常々やりたいなと思っていた。でタイミングがようやく来たので、その機材とかもね集まってきてということでやってるので、もうほんと趣味の範囲、趣味かな。まあ趣味よね、今のところは。趣味の範囲で私のやりたいことということで、ようやくね10年以上越しに企画が始まりました。長かった。本当に長かった。やっぱりさ、別に重い話をするわけではないけれども、一度きりの人生だからね、やりたいことやりたいじゃない。私綺麗になりたくってお化粧を今こうやってしてるわけではなくって、いろいろとちょっと事情っていうか理由はあるんだけれども、そうね、なんて言ったらいいのかしら、敵がちょっと多いので世界的にって言ったらちょっと大げさだけど、私の人生過去敵がとても多かったので、ちょっとお顔をね隠すという理由からと、私自体が一応ねアーティストとして活動は今してないんだけれども、活動をしたいな、その一環として新しくねメイクっていいじゃないって単純に思った。一つの表現の方法として楽しそうよね。楽しそうっていうか楽しいよね。自分が変わるっていう部分もそうだし、自分が好きなものになれる。私でもね、メイク自体にもともと興味はそんななかった。そもそも私がなりたかったのは画家、油絵の画家、単純になりたかった。昔の話はまたおいおいねお話しするとして、今ちょっと日本にはいないんだけれども、こっちに来てから絵を描く機会がねやっぱりなくなってしまったと言ったら語弊があるんだけど、まあちょっとチャンスがねあんまりなくて、でそれに伴って私のやる気というかモチベーションもちょっと下がってきちゃって、それで出会ったのがメイク。変な話、変かは分からないけれども、絵画ってさ平たいキャンバスに絵を描くじゃない。お化粧って一緒よね。キャンバスがお顔っていうだけで、凹凸があって特徴があってっていうだけで、お顔にも絵が描けるって単純に思ったのよね。でそれに気づかせてくれたのは、皆さんご存知かしら。てか世界的に有名だからご存知だと思うんだけれども、ルポールドラッグレースっていうね、今もすっごいシリーズになっちゃってるよね。本家がアメリカで UK、フィリピン、カナダ、スペイン、オランダ、確かそうよね。でなんか他にもなんかちょっといろいろあるみたいだけれども、そうなのよ。でそれを見た時に、私最初でもねただの女装の方たちなのかしらとか、ドラッグクイーンっていうイメージがあんまりいいイメージを持っていなかったのよね。でもドラッグレースを見るたびに考えがちょっと変わった。それとドラッグクイーンのお化粧って本当にすごいよね。宝塚もびっくり。本当に濃い簡単に言うと濃い。そうなのよ、濃い。だけどその濃さとか技術っていうので元の顔が原型が分からなくなるぐらい違うものに生まれ変わっている。あれはもう本当アートの領域よね。私の意見を言うとだけど、
私さ今お化粧してるけど原型はなんとなく見えるでしょ。だからこれは何をしたの。最近私中国メイクのさ TikTok にちょっとハマっちゃってて、それを見た影響なのかな多分このチョイスは、全然お肌カバーできてないんだけどファンデーションでね、まあそこはちょっと多めに見てちょうだい。これ実は私お化粧品を買い集めて3回目ぐらいのお化粧なので、そこまでねプロ並みの技術は期待しないでちょうだい。でもねこのメイク実は私のさこの動画を撮影してる iPhone がほんと古くって iPhone6S プラスなのよ。だから化石も同然でしょ、そのパソコンで言うと。だからもう画素数とかほんと低くってその最新のものに比べてメロごめんなさい、アテクシのワンちゃんメロットくんがねちょっと今外の多分他のワンちゃんに反応してうなってございました。何の話したっけ私の脳はたまに鶏みたいだからさ、その3秒ぐらいですぐ話題を忘れてしまうことが結構あるから、ちょっとそこはね勘弁してちょうだい。なんだっけ本当にね、そう iPhone の話よね。この3回目にしては私のメイクねかなりいいと思うのよ。自画自賛してるわけではなくて単純に出来がいいと思う。なんだけどもこの私の iPhone がめちゃくちゃ古いということで本当のクオリティがちょっと見てくださっている皆様に伝わってはいないと思います、はい、この撮影を始める前にね写真撮影をね何度も試みたんだけれども、いかんせん私の写真写りが悪いというものもあって使うなしいいものは撮れませんでした。一生撮れませんでした。だからこの私の本当のこのお化粧のクオリティというのは本当に現実で見ていただくか、それとも私がねもうちょっと余裕ができたら最新の iPhone でも買っていいカメラがついているのをね使えたらいいかなと思ってございます。でこの動画の趣旨なんだけども何もさっき言ったか何もないです。とりあえず好きなことをやりたいなとは思うんですけど特にございませんそのやりたいことも特にございません。多分お話をする動画、カメラに向かって独り言を言う動画になっていくと思いますので、何か機会があればね何か他のこともしてもいいのかもしれないけどね、いかんせん私がさめんどくさがりなのでごめんなさいね。何も期待するものがないというね残念な仕様でございます。私のお顔もね別に綺麗ではないので見るにも足らないというダメじゃんダメじゃん、このままじゃダメじゃないね。でもね私のチャンネルが今後どのようになろうとそこまであんまり気にしてない。いろんな方に見ていただけたら嬉しいし、いろんな方に見ていただいて喜んでいただけるような動画というのは最初に申し上げた通り誰得動画、誰が得するんだという動画になってございますので、興味のあるというか物好きな変人の方はねちょっと失礼かもしれませんけれども、そんなことない。気軽に見てちょうだい。これからね定期的には投稿しません。気が向いた時だけ、はい、
お仕事の関係もあるからね。ちなみになんですけれども、私のこの話し方、これは実はね、私がキャラクターを作っているわけではなくて、結構自然なのよね。私のお母様、通称タマと呼んでいるんですけれども、タマとしばらくね、ごめんなさい、しばらくね、音信不通にはなってるんですけれども、タマとの会話をするとき、その時だけはね、なぜかこういう喋り方になっていた。でもね、今思い返すと、こういう喋り方をし始めたきっかけっていうのがあって、本当私が小さい時、でも10代、本当小学生の時とかかな、小学生の時にタマと何気なくね会話をした時に、彼女がねほろっと女の子が欲しかったって言ってたの、確か。私ピュアな小学生でございましたので、単純にねそれを鵜呑みにして、お母さん女の子が欲しかったんだ、じゃあ女の子になれば喜んでくれるかなって多分単純に思ったんだろうね。そこから確かね、自分のことをみゆきちゃんと呼んでとある日お母様に言ったようで、そこからかな、確か。不思議なことにね、タマとの会話の時だけこういった喋り方になるっていうね。でも公の場では普通のおじさんよ。おじさん。その昔の話だからさ、その当時はおじさんではなかったけれども、普通の男の子、男性、何でもいいけど、そうなのよ。なのでこれがキャラクターだと思った方というのは間違っております。はい。ちょっと今ね初めての投稿だからさ、ごめんなさいね、すっごい緊張して、もう脇汗もぐっちゃぐちゃでさ、何をどうお話しすれば視聴していただいている方にね分かりやすく伝わるかなという言葉のチョイスをねちょっと考えながら今お話をしているので、まだちょっと不慣れというところであんまりそのスムーズなお話ができないかもしれないんですけれども、そこら辺はね勘弁してちょうだい。最終的にはね、その編集の力というものでなんとかなるかなって思っておりますので、編集さんに頼んで、私は何もしません。ただお話しするだけ。そうズボラといえば、私このズラボッサボサよね。これも見てわかる通り何のお手入れもしてます。買ってそのまま頭に直球してこの状態でございます。だからきちんとねそのお手入れしてあげなきゃいけないんだけれど、ちょっとググんなきゃダメね。私何も知らないから、本当さ、今ちょっと気づいちゃったんだけどさ、もう八方塞がりよね、私。だってお化粧だけはと思って気合を入れてねお化粧をしたのに、いかんせん私の iPhone が古いがためにお化粧のクオリティが唯一の高クオリティが伝わらないっていうね。お化粧をしたおじさんがバスローブを着て肩出しながらお話ししているっていうね、残念な動画になっちゃってるわよね、全体的にね。いいわ、それはそれで。中にはねそれが楽しいって方もいらっしゃるかもしれないし、いいわ。誰かが喜んでくれ、別に私奉仕活動のためにやってるわけじゃない。いいわ。喜んでくれたら嬉しいわ。何か他にあったかしら、お話しすること。一番最初初めての動画だからね、こんなものよね。
うん多分以上、そう、私の名前は KT モでございますので、名前だけ覚えていただければと今回は思います。それとね、私同じメイクを何回も何回もするってこと多分しないと思うのよね。そもそもその絵描きを目指していたわけだけれども、絵を描く時も同じ絵が全然描けなかったのよ。単純にバカなのかしらって話なんだけど、なんでなんだろうね。同じものを描くのがつまらないっていう感覚もあるし、逆に同じものをひたすら描けない、繰り返し描けないっていう部分もあるから、なんでだろうね。そうなんでかわかんないけど、そういうその頭の仕組みになっているのよ、私。なのでお化粧もね、お化粧をした結果、たまたま似たような顔お化粧になったってことはあるかもしれないけれども、私自体も新しい表現の仕方だったりとかっていうのに挑戦もしたいので、こういうなんていうの、普段使いメイクのようなメイクをずっとやるかといったら多分違うと思う。全然あんた誰っていうのがいきなり出てくるかもしれない、毎回そうかもしれない、わかんないでも多分そうかも、今回ね、このメイクをする前はもうちょっとね、ドラッグメイクよりの、ドラッグクイーンがするメイクよりのお化粧をちょっとちょろっとやったのよね。大失敗だったけどね、本当に残念。見苦しいにも程があった、自分で言えるほど。私のワンちゃんがこっちをじーっと見ているので、ちょっと何ちょっとそんなところかしらね。一番最初の動画だからこれぐらいで勘弁してください。すいません。私からは以上でございます。すいません。